はい、それでは今日は1月の11日今日から今日また農園通信始めていきたいと思います。またヤギさんのところからスタートです。ヤギちゃん、ヤックル、ヨウちゃん、ヤックル、ヨウちゃん、ヨウちゃん、ゴンダメよ、ゴンダメよ、ゴン行きましょう。すごい風、すげえ風、南が風が西に回ってきたな。ちょっと昼間はあったかい南風だったんですけど、今西に風が変わってきたので冷たくなってきた。これは前回の時に後輩が終わりましたみたいなやつ、大きくなってきましたね。やばいほら、一回生産して色を変えるというか、いい感じにで一回乾いていい感じですね。天気がいいからメロンが生き生きしてる。すごくいい。でももう今15時40分ぐらい、もうそろそろカーテン閉め始めないと。それこそ西気になって寒くなってきたから閉めちゃおう。寒いし温度下がった。今日は朝8度とかあったんですけど、もう明日はまた1度とか0度とか、すっごい風。こっちが南だから、こっち今西からこう風がこっちから吹いてる。これはね、その前の2号室っていうんだけど、ネットが出てきた。早いのはネットが出てきてるはず。ネットほら、わかるかな。音はこんな感じ、悪くない。ほらやっぱ晴れてくれるとネットは作りやすい。ネットっつうかメロン、ずっと具天続きだと本当にメロンがうまくいかなくて心が折れますね。10月と12月か、効いたな。すげえ効いた。でこれはもうそろそろ収穫か。あと1週間で収穫です。大きさ的には別に悪くはない。味がきっちり乗ってくれるように少しずつ水を乾かし目で持ってってます。これも閉めよう。結構乾いたな。明日ちょっともうちょっと水入れてあげよう。今日は液入れ、最後仕上げカルシウム入れてあげて、収穫までカルシウム切れを犯さずに味が乗りますようにという意味でやりました。でここはもう収穫終わって片付けてまた植える。で今週はなんだっけ、今週の動画で4種類のマスクメロン栽培始めましたので、続けてみてもらえると嬉しいです。秋冬系、最後の秋冬系かな。収穫が3月末か4月の初めぐらいになりますね、順調にいって。でここの部屋はこれも順調ですね。明日あれやる。違う、ここはね F5 を5代目をやっているので、その動画も随時撮りながら編集も始めてるんで、でもここで F5 じゃん、4種類のメロン始めちゃったので、8日植え、もう11日なので
ちょっと葉っぱが大きくなって緑になってきて、もう発着ですね。発着しました。いい感じで。これは4月の10日、15日ぐらいかな。15日、4月半ば収穫って感じですね。寒い。風がすごく寒い。カーテン閉めよう。今週は何やってたかな。今週というかね、来週、次のお客さんが YouTube を見てきますっていうお客さんが来てくれることになって、中国から一組と、あとはあそこなんか東京の方の大学生たちが、来るっていうので、夜一席僕がおごるんで一緒に一杯飲みましょうっていう話をしたら、ぜひにということだったので、一泊で泊まりで見学に来るらしいですね。楽しみです。はい。トマトはね、今年ね、なんかもげがまだ悪い全然もっともげてくれればいいのに。まあでもしょうがないでしょ。ちょっと病気も入ったし、暖房してさ、いろいろ肥料かけていろいろやることはやってんだけど、なかなかうまくいかないな。今年は本当になかなかいろいろうまくいかない年、去年は年だったな。特に後半。そしてこれ正月は箱根駅伝すごかったっすね。あれ青山学院大学の黒田君とか、すげえ山の神すごかったな。で、僕は子供が農大に行ってるので、農大の応援はしてたんですけど、いけるかな。うん、いけた。これ東京農業大学教育講演会から親人のところに多分みんな送られてきたんだと思う。箱根駅伝でこれ持ってる人結構応援してて、ちょっと結果は残念だったんですけどね。でもなかなか自分の子供が現役の時にその大学が箱根駅伝出てくれることなんて今まで考えもしなかったんで、ちょっと面白かった。いい経験だったな。結果は残念だったけど、彼も1年生で入学してすぐに母校が箱根駅伝に出るなんて、なかなか運がいい男だよ。はい、次行きます。ここももう閉めよう。ここもね、苦戦してるんですわ。そしてこれユーチャリスがもう咲き終わっちゃったんですけど、咲いた時の動画をちょっと撮ってあるので見てみてください。はい、それでは今日はこれです。花ユーチャリスっていう花、アマゾンリリー、綺麗な花です。ブーケとかに使われる花。ここはメロンの日当たりがすごく悪いところなので、メロンができないので花植えてあります。このお花はね、どっちかというと何ていうのかな、太陽は苦手というか暗いというか、ある程度ちょっと日陰ぐらいがちょうどいい花なので、であとね、こういう感じだから病気もつきづらい、虫とかもまずつかないので、メロンとの相性は悪くはない。すごい満開です。これを今この咲いてる間にお客さんとか、あとはいろんな人にあげたりしてます。昔は出荷してたんだけど、もう出荷する手がないというか、しきれないので、お客さんが喜ぶかなと思って
あげるようにしてやっております。はい。これはね、水あげるから水をこう吸い上げるので、花瓶にやっとくとこれが全部順番に咲いていって、最終的には全部咲く。だから結構長持ちするんだよね、花瓶に挿しとくだけで。はい、こんなのもうちの農園咲きます。はい。でね、これ1年に数回ぐらいは上がってくるんだよな。いつ上がるかは分かんないけど、1年に3ヶ月に1回ぐらいは上がってくるから、1年に4回ぐらいは取れる。そんな感じです。はい、こんな感じで。これね、昔はね、お父さんとかお母さんが一緒にやってる時は出荷、いろんな東京とか神奈川の花市場に出荷してたんですけど、もう荷造りの手間とかができないので、もう出してない、メロンのお客様たちにとか周りの人たちにあげてる。昔あれが山口百恵が結婚した時にブーケで持ったって言って有名になった花、ユーチャリスアマゾンリリーっていう花です。そして今日ここを揃えました。ヤゴを揃えた。これで1週間後ぐらいに交配になります。ここのね、この根元の雄花が結果子がこれ、結果子の根元の雄花が咲いたタイミングをみんな揃えることによって一斉開花を目指す。で、平らに育ってれば節位も大体一緒になるんですけど、平らじゃまあ 100% 平らにはできないんだけど、まあタイミングを揃えて、節位を1節2節の違いぐらいで全部揃えるっていう風にやると一斉開花が目指せる。ここではここ温室がでかくてちょっとあんまり大きくなりづらい部屋なので13、14節目ぐらいで揃えました。育ちが悪いところは12節とか、まあだから12節から14節ぐらいからで結果子がみんな咲き始めるっていう、そんなタイミングですね。3日で終わらせたいな。まあ3日で、この大きな温室はね3日ではなかなか終わんないんだよな。4日かかっちゃうな。4日、下手すると5日。まあしょうがないでしょう。ここでこの半ペタで700本ぐらい入ってるから。寒いんだな。カーテン閉める。今何時だ？3時50分。もう4時だからちょうどいいでしょ。閉めていきます。はい。それではまた例のごとくコメント返しやっていきたいと思います。明けまして野々原裕太さん、明けましておめでとうございます。いつも楽しく拝見させてもらっています。たまに出る動画のネタを見ながらなんとなく世代が似てるなと思ったら、実は森田さんと同い年だったみたいで、今年52歳ですよね。僕動画拝見するたびにパワーをもらっています。ありがとうございます。自分はもう今年は畑を拡大してメロンの品種を増やし、そしてスイカ栽培も始めていきます。お互い頑張っていきましょう。また1年よろしくお願いいたします。陰ながら応援しています。ありがとうございます。コメントくれるんだから陰ながらじゃなくてちゃんと応援してくれてるじゃないですか。ありがたいです。はい。でこんな感じ。なんかどんどん元気がなくなってきたけど、まだねこう葉っぱめくっとね中の方がね生きてたりするんだよな。果たしてどうなることか。このまんまいきます。コメントで不織布かぶせてやってくださいとかって来るんだけど、まあ毎年今度冬越えする、ワンチャンこれで冬越えできればやりっぱなしで冬越えができるから。で
根元に定期的にアミノ酸撒いたりしてます。最近雨も降りづらいので。だから少しは違うかな。今日の風でもう全部葉っぱがどんどん折れてる。はい、次行きましょう。4種類のアールスメロン栽培の1の先週8日に出した動画の方で、4月の収穫とっても楽しみです。ミリコやんばるさん。僕も楽しみです。多分この時期はうまくできると思う。ここカーテン閉め忘れてる。で、釣り吉やっくん。株間は30センチですか。あの部屋はまだ30センチまで縮めてないな。尺一寸33センチ。一寸単位で、この間隔の紐を作ってあるので、尺一寸。その次の部屋は尺でいこうかなと思ってます。尺、約30センチね。はい、それでは次。先週のメロン通信の森田さん、明けまして、名古屋ミーチンさん。森田さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そちらのそら豆は大きいですね。自分のところはまだマイナス2度とかマイナス4度が続いているから小さいです。そっか。いや、そりゃそうだな。うちは、下がっても今んとこ多分氷点下はなったのかな、なったかならないかぐらいじゃないかな。今朝は8度とかだった。南風で。こんな大きくなってる。そら豆はね、寒さに強いし、むしろ寒くないとできないからな。お酒のつまみ。山夏さん、明けましておめでとうございます。今年も楽しませてもらいます。種子は何年も前のものでも問題なく発芽しますか？何年間も保管しているんですか？5年ぐらいだったら全然出る。10年経つとやっぱりかなり出が悪く。でもやっぱり新しければ新しい方が発芽率はいい。で3年ぐらいまではほぼ 100% 出るかな。そこからだんだん発芽率が落ちていくような気がするな。それでも多少1年目2年目で多少は発芽率は落ちるのかもしれないけど、3年ぐらいは問題なくだいたい勘定通りいきますね。何年も保管しているのもあるし、あと固定種で持っているやつはそれこそ5年に1度ぐらいは種返しして発芽、固定種が発芽しなくなるようなことがないように種返しで戻していったりします。はい。としひろさん、明けましておめでとうございます。今年は南都種苗のクラリス、赤肉のマリアージュ、春秋系とスーパーで購入し美味しかったライデン、高見、森田農園の訳ありめの種取りメロンを栽培しようと考えています。昨年は粉じらみの被害が出来がいまいち悪くいまいちの糖度でしたので、早めにご教授いただいて薬剤で防ごうと思います。森田農園さんでは赤肉メロンを栽培されてないようですが、市場性が良くないのでしょうか。私は赤肉大好きです。赤肉は作んないな。本当に緑肉がっていう風になっちゃってっかな。今度何種類かのメロンの中で赤肉もちょっと作ってみます。種手に入れて。で、粉じらみの被害でって言ったんで、多分ちょっと抑制の時期なのかな。春に例えば4月植えとかでやればまだそこまで大緑黄化の被害は出てこないはず。今が寒いので、この冬で寒くなって減ってで暖かくなって増えていく、そんなことだから、春の間はまだそんなに大緑黄化がたくさんいない。うちも昨年もその一昨年も発病が発見されて始まったのが9月の半ばぐらいだったから、きっちりと管理というか、教えた農薬とかで、またその時に連絡くれればまた農薬の話とかもしたいと思うんですけど、蔓延させなければ全然春は
粉じらみそんな気にしなくても、まあでも防除はしなきゃダメなんだけど、できると思います。特に春はね、天気が助けてくれるからメロンは作りやすい。暑くなって秋から冬に向けて、で冬の今ぐらいになっちゃうとまた天気も安定してすごく作りやすくなってくる。で今特にまあ暖房代はかかるけど、暖房で温度コントロールがしっかりできるので、冬は作りやすいですね。まあ温室は必須ですけど、じゃあ次行きましょう。ちーくん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。根張りの状況も見せていただきまして本当にありがとうございました。やはり自分の栽培の一番の欠点は根が短い上に少ないんだなとつくづく感じました。今年の目標は根張りを良くし、木がしっかり育つことを念頭にメロンを育てたいと思います。年明けから最低気温が氷点下5、6度の毎日で畑の白菜がカチンコチンです。わお、マイナス5、6度っちゃ山の方かな。ちーくん長野の人だったっけな。そりゃ寒いよな。はい。根張りを良くする計算入れるといいっすよ。計算仮とか。僕はミネラルスターっていう動画でね、前じゃあここいらにちょっとミネラルスターの動画貼っときますけど、入れてます。ミネラルスターはね、もうやっぱり計算分と、あとは計算分のある肥料。計算仮は植物を丈夫にさせる、しっかりシャキッてさせる作用があって、根っこも根の張りも助けてくれるので、あとはマグネシウム、カルシウム、これも大事。まあ NPK、窒素リン酸カリはあった上で、それでカルシウムとマグネシウム、カルシウムとマグネシウムっていうと苦土石灰ですね。苦土石灰をしっかり入れてあげて、計算分もしっかり入れてあげると入れてあげるんだけど、pH には注意して、7ぐらい、高くても7.2、6.8 から 7.2 ぐらいの間に pH を持っていくぐらいの分、で、苦土石灰を入れて、で計算カリも入れるとシャキッとして根張りが良くなったあれができると思います。はい、ラストミネコやんばるさん、明けましておめでとう。今年もよろしく。ヤギのヤックン、ヤックルね、ヤックル、千と千尋のヤックル、カメラ慣れしてますね。何してるか分かってないだけだと思うんだけどでも寄ってきますね。あの子が一番慣れてるかな、うちに、僕に。コメントはこんな感じですね。ちょうど4時。この音はうちのフッツの方だと4時になってくる。お手手つないで帰りましょうっていう感じですね。はい、それでは今週もまた頑張ってメロン栽培していきたいと思います。大学生はね、なんか一緒に動画撮れるって言ったらなんか喜んでたので、そんな動画も出そうかな。それとあとは4種類のメロンがもう活着したので、活着の動画、そしてまたなんかちょこちょこ動画を撮りたいと思います。そうだスイカの種をね、いろいろ取引がある会社とかに試験用でって依頼してたら、いろいろちょこちょこ集まってきてるんですけど、なんか集まりすぎてなんかちょっと困ってるんだよな。一応ちょっと紹介してみようか。みんなどうなんだろうな。なんだっけな、
サマーオレンジってやつ、なんとの。それはちょっとやってみます。もう採用って決めちゃったので。で今ね、ちょうど来てるのが、これ。極みスイート。シャリ感が強く高糖度で。小玉なんだよな。小玉は春はそんなに作りたくないんだけど。で、これはやってみる。アマテラス。これはどこだ。アマテラス。いい名前だよね。アマテラス大神だよ。高糖度12度以上になり、また果肉の中心部から皮の近くまでの糖度差が少ないのが特徴。種なしで作ろう。神田だ。神田交配。神田って確か、神田って確かあれか、赤い彗星の会社か。赤い彗星作ったんだからな。ああ、もうラスト5個10個、もう干し柿も終わりか。そんな時期か。今日は11日だ。カメラが切れちゃいました。それではこんな感じ。そうですね。これで今日はこのぐらいですかね。また1週間メロン栽培頑張っていこうと思います。スイカはまだ早いしな。トラクターがもういつ納車になるんだろう。トラクターが納車になったらトラクターの動画も撮って、4種類のメロンの活着と撮っていこうかなと思います。井戸の動画の編集はまだ全然進んでおりません。年を明けてからなんかいろいろちょこちょこやらなければならないことが忙しいのでまだできておりませんが、また1週間頑張ってまいります。それではもしよかったらグッドボタンをください。それではまた来週。